俺絶対間に合わんねんけど、これ、2時に。やばい、マジ走らんと。俺の初めてのロンドンファッションウィーク挑戦は、まあ、結果から言うと、おはようございます。本日、2月の17日、月曜日、今日からロンドンファッションウィークのキャスティングが始まります。まあ、初めてのファッションウィークに挑戦するってことで、すごくドキドキワクワクしてます。で、髪の毛も単発にして、なんかお坊ちゃんヘアみたいになってるけど、まあアジア人っぽいしいいかな、これで。よくわからんけど。なんで、そのファッションウィークのキャスティングは今日から始まるんやけど、本番は20日から20、21、22、23、24まであるみたいな。その後もあるんか分からへんねんけど、この5日間かなってことで、どうなるか分からないけど、その様子を動画に収めていきたいと思います。では、行ってきます。ここ最近ずっと曇りとか雨とか天気悪い日続いてたんやけど、今日は久しぶりに超晴れてる。ロンドンたまにこういう日があるんよ。なんかもうほんまに雲一つないみたいな。なんかいいスタートが切れそうやな、天気いいから。で、今から一旦事務所に行ってコンプカードっていう、キャスティングの時に絶対に必要なカードを取りに行かないといけないんで、キャスティングの前にまず事務所に行ってきます。今事務所に行ってきました。で、無事俺のコンプカードをゲットして、今から一番最初のキャスティングに行ってきます。で、簡単にロンドンファッションウィークがなんやっていうのを説明すると、大半の人が聞きなじみのある言葉、パリコレってあるやん。パリコレのロンドン版みたいな。パリコレクションの、ロンドンバージョンやからロンドンコレクションって言うんやけど、ロンドンファッションウィークとも言うみたいな。で、その期間に、今回で言うと5日間の間に、限られたブランドがショーに参加できると。で、そのショーに参加できるブランドは、名前のあるブランドであったりとか、これから来るブランドであったりとか、参加条件っていうのは詳しくはよくわからんねんけど、やっぱりそこでロンドンファッションウィークとか、パリのファッションウィークとか、ミラノのファッションウィークとかに参加できるブランドは、ファッション業界でも注目されるブランドだから、モデルとしてもそこでショーに出れたら、いろんな人の目に留まるわけやからさ、それで。しかも、自分の実績として記録されるから、でかいブランドを歩いたやったら、どこに行ってもこういうところで歩いたよっていうのを言えるから、パリコレとか、ロンドンコレクションとか、ミラノコレクションとかは、モデルにとっては結構チャンスの機会になる。で、このコレクションは、年に2回あんねんけど、基本的に。春夏シーズンと秋冬シーズン。これもまた年によって違うねんけど、大体は基本的にはメンズとウィメンズで分かれてる。メンズのシーズンとウィメンズのシーズン。だからメンズは年に2回。春夏のメンズと秋冬のメンズ。で、ウィメンズも春夏のウィメンズと秋冬のウィメンズ。でも、一応分けられてるっちゃ分けられてるねんけど、別にメンズのシーズンで女性は歩かないみたいなのはなくて、女性のモデルも募集してるブランドとかがあるけど、その枠はウィメンズに比べたらちょっと少ないよっていう。だから一応年に4回あるっていう感じかな。男子女子どっちも入れたら。それが各国で行われてるみたいな。もちろん日本でもあるし。でもやっぱり強いのはパリとかミラノとか。言うたらさ、ビトンとか
グッチとかプラダとかディオールとかみんなが知ってるようなブランドがショーを開くのはだいたいパリとかミラノとかかな。でもまあロンドンもそれなりに名前のあるブランドはあるし、しかもこっからがちょっと複雑というか、まあ、基本的に全部のショーにキャスティングってつきものないの。キャスティングして、まあ、その選ばれたモデルが歩くみたいな。でそのキャスティングにも2つの種類があって、モデルやったら誰でもいいですよみたいな、誰が来てもいいですよっていうオープンキャスティングと、そのある程度絞られて、じゃあこの事務所からこの人とこの人連れてきてって言って、まあ、言われた人だけが行けるリクエストキャスティングっていうのがあるんよ、この2つで。このリクエストキャスティングの場合、一番最初にさ、ある程度人を選ばんとあかんし、まあ、数ある中からさ、この人がいいこの人がいいっていうのはやっぱり難しいから、そういう面とか、まあ、やっぱり歩いた実績があるとかで、何回かパリとかミラノで歩いたことある人は、まあススッとリクエストキャスティングまではススッといける人が多いっぽいっていうのを今事務所で言われた。でも俺はまあほんまにこれが初めてのファッションショーやから、なかなか難しいかもしれんらしいけど、まあなんか事務所がすごい俺のことをプッシュしてくれてるらしくて、その結果どうなるか分からんけど、そもそもキャスティングに呼ばれへんかったらショーに出ることなんか不可能やから、まあそのプッシュした結果キャスティングに呼ばれるんか呼ばれへんのか分からへんねんけど、まあまあそのプッシュしてくれてるっていうので、まあありがとうと、そのまま続けてくれってとは言っといた。でちょっと話それたけど、そのモデル側の利点としてファッションショーに歩くのは、まあいろんな人に見てもらえるのと、まあ、実績がつくのと、まあ何個かあんねんけど、もう一つでかいのがキャスティングってな、そのブランドがしてるわけじゃないんよ。ショーを開くブランドがキャスティングしてる場合もあんねんけど、まあ、基本的にはキャスティング会社っていうのが介入してんの。でキャスティング会社は何かっていうと、名前の通りやねんけど、モデルを集めて、まあ、ピックアップしてに出れるモデルを決めるみたいな、まあ、ほんまにキャスティングをするキャスティングの会社が介入してんねん。そのブランドのショーが開催されるとか、めっちゃでかい企業がブランドが、まあ、キャンペーンしますよみたいな、それにモデルが必要ってなった時に、まあ、そのキャスティング会社が、まあ、人を探すみたいな。でそのキャスティング会社って一つのブランドを担当してるわけじゃなくて、まあ、そのいろいろなブランドを担当してるわけ。しかもキャスティング会社って、まあ、もちろんやけど強いところもあれば弱いところもあんねんけど、強いところになると、そのさ強いところのキャスティング会社から自分がキャスティングされてショーに出れたとするやん。じゃあそのキャスティングの人たちに自分という存在を知ってもらったら、その、まあ、また次同じショーで出れる可能性もあるし、同じブランドの仕事ができるかもしれんけど、またその人たちがやってる別のブランドのキャスティングにも呼ばれる可能性があるわけよ。だからモデルからしたら、まあもちろんどのブランドで出たかっていうのはすごい大事やけど、そのブランドのショーどこがキャスティングしてるとかっていうのがすごい大事になってくるっていう。まあ有名なところがいっぱいあるからさ、キャスティング会社でもそこからキャスティングが来たとか、そこの賞取れたとかになってくると、あ、じゃあまた次ちょっとでかいところで仕事あるかもなみたいになるっていうのが利点です。だからみんな、まあ、このファッションウィークっていうのは、まあ、言い方合ってるか分からへんねんけど楽しみにしてる楽しみにしてると思うみたいな感じです。なんか事務所からめっちゃ近かったから歩いてきたんやけど、多分もうそろそろやわ、キャスティング会場では行ってきます。今キャスティング行ってきました。まあ結果は全然分からへんねんけど、まだ、まあ、キャスティングって大体さっき見せたコンプカードっていうのを向こうに渡して順番待ちして、自分の番来たら歩いて終わるみたいな、まあ一瞬で終わんねんけど、全然期待しないけど今回のはなんか無理っぽいな。ヘレン・アンソニーっていうブランドやねんけど、なんかまあ分からん。
分からんかったまあてな感じで1日目が終わりました。じゃあまた明日。2日目です。まあ今走りながら動画撮ってるんやけど、なんか今日な、昨日の時点でキャスティングの連絡来てなかったから、今日キャスティングないんやと思ってたんやけど、今さっきお昼ご飯食べてる最中にいきなり連絡来て、2時までのキャスティングがあるから行ってって言われて、それ連絡受けた時点で1時やって昼の。やばい、しんどい、久々に走った。連絡受けた時点で1時やって、場所調べたらこっから電車で1時間ぐらいかかるみたいなっていうので急遽走ってます。久々に走ったらこんなしんどい、走るのって。しかもさ、なんかそのキャスティングが朝の10時から昼の2時までやったらしくてやばい、休憩、待って、喋られん。で、朝の10時から昼の2時までやったらしくて、もっと早い言っといてくれよって思ったで、今日はほんまに昨日はキャスティングの連絡なかったからもうないんやと思ってたけど、その2時までのキャスティングの連絡来たすぐに、これは5時までやねんけど、もう一回キャスティング入ってって感じ。ちょっと待って、俺絶対間に合わんねんけど、これ2時に。今だって、やばい、マジ走らんと。今もうすでに1時10分。じゃあ間に合うか分からんけど行ってきます。一発目のキャスティング終わりました。なんかさっきのは一つの場所に何個ものブランドデザイナーたちがおって7つぐらいかな、まあ、それが一つの会場でキャスティングが行われてたみたいな感じやねんけど、そのうちの3つがその男性を募集してるあれやったから、4つだけまあパッとコンプカード渡して自己紹介してちょっと歩いて終わりみたいな。で、今からもう、次のキャスティングに行ってきます。次も言うて遠いからちょっと急ぎ目に行ってきます。2件目のキャスティングついたんで行ってきます。今2件目のキャスティングが終わりました。今日の結果がどうなるかとかはマジで分からへんけど、とりあえず一旦今日は終わりで、本番が明日から始まる感じかな。で、明日は確か1つのショーかな、1つか2つぐらいのブランドしかないから、まああれやねんけど、まあてな感じの2日目でした。あと言うの多分忘れてたけど、1本目のキャスティングには駅着いてからも走って5分遅れぐらいやったけど、まあ最後の最後ギリギリ大丈夫やったから、まああとは結果は待つのみやなって感じです。以上2日目でした。おはようございます。キャスティング3日目。今日はとりあえず朝から1本キャスティングがあって、まあ今はそれだけやねんけど、その当日とかにキャスティングの可能性とかまだあるから、まあちょっとどうなるか分からへんけど、とりあえず今からその1本目のキャスティングに行ってきます。今1本目のキャスティング行ってきました。なんやろ、いつもと変わらずどうなるか分からへんねんけど、今日でロンドンファッションウィーク2日目で、そろそろキャスティングももう終わり終盤に近くなってきたところで、まあ結局これまで何個やろ、4つぐらいかな、4つぐらいのキャスティングを持ってて、そのうちの1つからも何もないから、俺事務所と連絡って、まあ、基本的にメールですんねんけど、もうな、メールをな、もう見まくってる。メール確認しすぎてもう目が変なことになってきてる最近。
メールのアプリ開いてさ、リフレッシュするみたいな。こう画面をリフレッシュしまくるみたいな。で、それでなんか新着1件みたいなのあったら、めっちゃテンション上がって、なんやと思ったら、なんかもうめっちゃいらんところからの、ヤフーからの通知が来るみたいな。っていうのをもうずっと繰り返してる。やばい。メール見すぎ。今日もこれからキャスティングあるかもしれへんし、まあないかもしれへんねんけど、どうなるか分からんから、まあ、あったら、またその様子撮ります。本日2月の22日で、ロンドンファッションウィークの最終日が2月の24日、あさってやな。で、ショーのキャスティングって大体2日前ぐらいまでにもう終わってて、1日前にフィッティングがあって、まあ当日を迎えるっていう形らしいねんけど、基本的には。まあ今日はキャスティングがなくて、まあ、っていうことは実質、俺の初めてのロンドンファッションウィーク挑戦は、終わりました。まあ、結果から言うと、キャスティングこの1週間で、まあ1週間というか、ファッションウィーク始まってからもらったキャスティングが、まあ4つ。で、そのうちの1つからも返事がないってことは、まあ賞が出れなかったっていう感じです。これがほんまに初めてのファッションウィークの挑戦やから、始まる前は、動画とかでも言ってたけど、なんかドキドキワクワクしてますみたいな。まあ今思ったら、まあ何のドキドキもなかったな。ドキドキの瞬間が一回もなかった。まあキャスティング自体も、俺のこれまでの仕事量が関係していると思ってて、俺は。まあそこまで仕事してないから、なんか俺の素材、俺の写真があんまりなくて、まあそれにより、まあキャスティングもあんまり増えなかったという感じなのではと、まあ自己分析やな。まあ見ての通り全然ハッピーな気持ちではないねんけど、初めてのことやったし、まあ何もかもわからない状態で、こういう感じなんやと思い知らされるようなファッションウィークでした。初めての挑戦は。全然これで終わりじゃないし、俺のモデル人生は。まあなんならファッションウィーク以外の時間がほぼ全てなわけやから、この結果がまあ良かったら良かったし、まあ、悪くても落ち込むことはないやろうと、事前に気持ちを作っていたつもりではあったんやけど、まあいざ0本やと、まあ落ち込むよねっていう感じやな。そりゃ。まあ昨日も言ったけど、メール見すぎて目チカチカするみたいな。だし、家におったらというか一人の時間やと、どうしてもメール確認してもうて、もうずっと携帯触ってるみたいな感じやってんけど、ここ最近。今さっき友達と会ってきて、喋って、まあ近況報告してみたいな。だったらまあ、ちょっと沈んでた気持ちもちょっと楽になって、やっぱなんか一人でいるのは良くないな。友達と一緒にいた方がいいかも。特に辛い時こそ。まあ辛いっつっても、まあ辛いか。辛いな。辛いって言っても辛いわ、今は。まあっていう初めてのロンドンファッションウィーク挑戦編でした。これからも、モデル活動は続けていくし、まあロンドンにも滞在するんで、動画投稿は続けていこうと思います。コメント？動画に対してのコメントとか、まあすげえなんか嬉しいし、まあ友達はロンドンにもおるし仲いいねんけど、多分住んでるのが一人暮らしだし、ルームシェアしてるから、まあ別に一人で過ごしてるわけではないねんけど、その人たちと別に仲良くないから普段会話せへんし、だからな、なんか意外とっていうと失礼やねんけど、 YouTube のコメント来たらなんかすげえ嬉しい。そっから人のぬくもりを感じるようになってきてる。なんか人と仲良くなりたい化け物みたいなこと言うねんけど、ほんまにそういうところから人のぬくもり感じるねんな。だからコメント何でもいいからコメント来たら、まあ超嬉しいっす。あとは
まあみんな俺の動画見てくれてるってことは多分応援してくれてるってことやと思うんで、すごくありがたいです。ありがとうございます。今回のコメントはねぎらいの言葉をください。以上です。じゃあまた次の動画で。まさかのショーに出ることになりました。